ただいまご紹介に預かりました私フジテレビアナウンス部の長野智子でございます。僭越ながら本日の大役を務めさせていただきます。ありがとうございます。早いもので私も入社しまして5年が経ちました。思い起こせば楽しくなければテレビじゃないのメインコピー、そして気分はマルユ心はマルチ春の8チャンネルスーパーテレビ宣言フジテレビテレビに飽きたらフジテレビなど数々の名コピーを打ち出してまいりました。その中で7年連続視聴率1位という輝かしい記録は私フジテレビの社員の一員であるという私にとってもかなり間違えちゃったJOCX-TV このビデオはフジテレビで働きたいあなたのためのビデオです。副都心の片隅新宿区川田町にひときわ映える社屋。夢エネルギーを蓄積しながら大きなロマンと希望を次々に生み出すメディアカンパニーフジテレビ。ここは最先端の技術と設備を誇り最新鋭のギャグを量産し各方面へ進出しています。今や民放界ナンバーワンの実力を誇るフジテレビは常に時代の感性を磨きいつも感動する心を大切にしている人間集団でもあるのです。この業界に入った動機っていうかきっかけっていうのは佐藤さん何なんですか？小さい時から夢でしたディレクターになるのが夢でした。今プロデューサーでつまんないです。プロデューサーよりディレクターの方が。はい。じゃあなぜフジテレビだったんですか？たまたまフジテレビが空いてたんですじゃあ入社当時の配属部署は読まないように入った時は演芸番組の担当でした。どんな番組だったんですか？日曜テレビ寄せ誰も知りません。背の高さとたくましさだけでは負けないと自負するフジテレビアナウンス部の青木美也さんはなるほどザワールドをやりたいと言って入社して1年目の秋王東潤プロデューサーからまずウォーミングアップとして出たもの勝負の海外レポーターをやってごらんと言われてあまりの嬉しさに涙してしまいました。今どんな若い人材欲しいですかね？体力のある人、頭のいい人。都営新宿線曙橋 A の2番出口を出て右に直進、酒屋の角を右に入る、突き当たりを左、そして直進してまた突き当たりを右に入る。そこは住吉町商工会フジテレビ通り。うわー、業界人がいっぱい。ゲームセンターを右、念仏坂を上りきりそのまま直進。君たちが目指す憧れの株式会社フジテレビジョンの社屋が見えてくる。フジテレビで働きたい君は当然のごとく入社試験の難関をパスしなければならない。ではその会場の下見をしてみよう。エレベーターで地下1階に降り右に直進、左手に位置するのが第1次面接試験会場特別応接室。人事との2対1で行われる第2次面接もこの部屋で行われる。では本番と同様の試験官によってただいまから君を面接してみよう。まず画面下を隠してもらいたい。あくまでも真剣にハキハキと答えること。なおこのシミュレーションは現社員木下正弘氏の面接試験を忠実に再現したものである。
それじゃあまず簡単に23分で自己紹介してもらえますか。わかりました。じゃあなぜフジテレビを志望するか簡単に1分ぐらいでまとめていってください。じゃあ他にどういうところを受けてますか？テレビ業界だけじゃなくて。具体的にはどこかしら。じゃあフジテレビ入ったら何やってみたい？まあでもテレビ局っていうのはやっぱりね組織だから、経理とか総務とかいろいろあるけれども、そういうとこへもし配属されてしまったらどうする？模範的な回答だねこれ。これは鏡だねやっぱりサラリーマンとしての。そうね、でももし他の会社に、受かって全部受かってそれで自分のやりたいことを最初からやらせてくれるって言ったらどうするかな。例えばうちでどんな番組見てますかね。それはいいことだね。トンネルズの皆さんのおかげしたら僕担当してるからね他の局も含めて、一つだけ自分の好きな番組っていうのは挙げてくれる？でなんでそれが好きなのか。学生時代にやっててね一番そう印象に残ってることって何かあるかな。監督みたいなことやってたの？そうだな、学生時代にね、その映画とかそれ以外で最も良かった学生時代一番これは良かったなっていうことは何だろう。一つ挙げてください。例えばホテルとテレビ局と何か結びつくようなことってあるかね。こんなところでいいですかね。ちょっと聞いときたいんだけどね、今のフジテレビのキャッチフレーズ知ってます？スポットで流しているけどね、知ってますか？そうね、フジテレビみたいな暮らしたい。どういう意味だと思います？キャッチフレーズに関しては君にも考えておいてもらいたい。実際の面接では
君の答えに対してしつこいまでのツッコミがあるはずである。いかに自分に対して不利な質問であっても、君は決して嘘をついたり、言い訳を言ってはならない。筆記試験は一斉にこのスタジオで行われる。次は第3次面接。7階研修室で局長クラスによる10対1で行われる。ここまで来ればもう一息。11階役員会議室で役員クラスによる15対1の最終面接である。この業界に入った動機は、子供の頃から映画が好きだったりして、映画が好きだったんだけど、テレビの時代かなと思ってテレビに、来たと。で、フジテレビ、なぜフジテレビだったのかっていうのは、就職試験とか落ちたんですが、先輩がいまして、それでアルバイトの形でやってました。だから入社当時の配属部署というのは、ないです。プロダクションで10年ぐらい、ドラマの方をやってました。制作現場で働くための条件、これは、体力と愛想がいいということですね。今ビデオ映ってますが、これですね、これは第3弾なんですが、6月25日に第1弾第2弾というんで、ムツゴロウの動物大百科っていうので、ムツゴロウと愉快な仲間たちをベースにした、ビデオが発売されます。カエルぴょこぴょこみぴょこぴょこ合わせてぴょこぴょこむぴょこぴょこ。上智大学外国語学部フランス語学科を卒業いたしました田代直子と申します。今年からフジテレビのアナウンサーとして、働きます。この竹垣に竹立かけたのは竹立かけたかったから竹立かけたのです。はじめまして、今年入社いたしました小畑よし子と申します。これからも常に自分を磨きながら早く一人前のアナウンサーになりたいと思います。今日の狂言師が今日から今日来て狂言今日して今日の故郷へ今日帰った。フジテレビアナウンス部に今度入社しました佐藤理香と申します。早くプロのアナウンサーになれるように頑張りますのでよろしくお願いいたします。テレビの制作現場で働くための条件とは体力があって、これはみんな言うと思うけれども、そうですね、人に舐められないっていうことかな。大事なのは最初に舐められたら死ぬまで舐められるからね、この世界は。それから、今どんな若い人材がセンスのいい人、僕よりセンスのいい人、番組をヒットさせるためのコツっていうのは人が見たいと思ってるものを作ること。今日のパンツの色形は履いてません昨日どっかに忘れてきた。以上、終わり。編成局デスク配置図。3階編成局入り口を直進。局長クラスのデスクを右に見ながら進めばなるほどザワールド班。調査部を左に見ながらさらに直進。スタードッキリのデスクがあり、突き当たりがひょうきんただものではないのデスクにぶつかる。ここがブッチャーこと小林豊プロデューサーのデスク。どうした何。さらに奥に進むとビビンバ荻野ディレクターのデスク。そしてここが出たがり三宅プロデューサーのデスク。小林さんのデスクから先ほどとは逆に進めば皆様のおかげです石田博プロデューサーのデスクにぶつかる。パラダイス55笠井プロデューサーはここ。そしてこの裏側おなじみ湊光一ディレクターのデスク。はいはい、こちらこちら。あら汚い。まだまだ裏に回れば夜ヒット渡辺プロデューサーのデスク。はい、こちらです。この業界に入った動機きっかけは、あの当時制作は、
プロダクションに分かれてまして、その時にフジポニーというところです。その時が一番若手をいっぱい取ったんで、一緒に紛れて入ってきました。で当時の、最近ちょっと疲れ気味かなというフジテレビアナウンス部河野恵子さんは朝7時に起床、9時に出社した後、横浜でクイーンエリザベス2世号の取材、ファッションショーを見たりお食事をしたり、美味しい仕事だなと思っていたのもここまで。その後山下公園でカラオケを歌いまくるというロケで大変恥ずかしい目にあった挙句、アナウンス部では部長に怒られ、この撮影にスタジオ入りしたのが1時間も遅れてしまいました。スタッフの皆さん、本当にごめんなさい。これは今のは何ですか？リハーサルでしょ？嫌ですよ、練習でやったんだもん。ねえ、お願い。いや、だよ、ダメはもう一回。今どんな人材が欲しいですか？馬車馬みたく働くやつだけ、健康なやつ、バカでもいいです。文句は言わないね、言われた通りのことです。右に向いてるっつったらずっと右向いてるやつ、2日でも3日でも。最近ちょっと疲れ気味かなという、もう一回いきます。自分が若手当時とのフジテレビと現在のフジテレビとは大きく違うのは天国と地獄です。昔は最悪です。今は三冠王なんか撮ってるフジテレビというのは最高ないい場所です。社内で気になる女子社員の名前、報道にいる大貫元ミス着物だというね、これは綺麗です。体もいいです。見た目ですよ。以上、失礼します。一応フレームアウトまでね。私がプロデューサーの三宅です。有名な三宅です。よろしく。これがアシスタントディレクターの栗原です。それでは質問どうぞ。はい。なぜフジテレビを選んだのですか？だから親のコネがフジテレビしかなかったの。フジテレビに入社なさってそれを言うといろいろ長くなるけどフジポニーという、大体お前聞き方が硬いの、はい、な、だからそうするとこっちもほら、なぜなんとかですかって言うとこっちも緊張するから、もっと楽に、じゃあ次の質問を楽に聞いてみて。はい。入社した時はどこに配属されたの？ちょっと早すぎるよ。大体お前俺上司なんだからな。おいおっさん、入社した時はどこに配属されたのはないだろ。だからされたんですかって一応こう敬う形で。はい。どこに配属されたんですか？だから入社された時はでもそこから最初から、はい。入社当時の、だからそれが硬いんだけど、入社当時のところ一つ一つ行くからもっとリラックスしてね。で入社当時の配属はどこだったんですか？こう軽くいくと僕もそうだなとこう軽く考えられるわけだからね。はい。入社当時の配属部署はどこだったんですか？配属入社2年目を迎え、念願のバラエティ番組を担当。最近は仕事が楽しくて仕方がないというフジテレビアナウンス部の有賀さつきさんは実は大のスピード狂。日曜の夜は自ら編集したテープを聞きながら第三京浜を飛ばすことが趣味なんだそうです。未だ無事故無違反なんですが、関係者を大変ヒヤヒヤさせているそうなんですよ。でも閉じちゃったけどいいのかな。今ほらカメラが来てるだろ。ちょっと意識してカメラをふっと見るとかさ、
現在に至るまでおさおさテレビの制作現場で働くための条件は？働くための条件はね、元気がいいことね。君も元気がいいしね、頼むぜ。はい、今どんな若い人材が欲しいですか？少なくとも後ろにいるようなやつじゃないやつがいるとね。なんか後ろでやってるかもう見ない。はい、突っ込まない。あいつ美味しいんだもん、悔しい。はい、自分になくて、若い世代20代前半の人たちが持ってるものって何だと思いますか？いや、それはね、で自分も若いと思ってるからないと思うな。仕事上であなたが一番迷惑をかけているのは誰ですか？迷惑をかけているのはタイムキーパーと女房と、彼女と、で一番迷惑かけられてる人は今後ろにいる人です。いいですよ。どうもありがとうございました。忙しいとこ男子社員が選んだ編成局で働くちょっと気になるいい女。あ、いけね。スター戦一夜。今夜は、このビデオマガジン貧乏の総責任者スーパーバイザーの横澤武さんをお迎えいたしました。どうもこんばんは。なんかそういう番組ありましたね。ありましたね。なんか一世を風靡して、そうですね。最後働いてみたという。あれがなくなってからフジテレビはドーンと伸びてきたっていうような感じですね。やっぱりどの時代が一番こう楽しかったですか？やっぱりひょうきんいいとも時代が一番楽しかったですか？やっぱりね、一番思い出深いのはやっぱり AD の頃だね。要するにもういっぱい番組をね持たされてさ、ほとんど寝る暇もないというようなね、状況で、仕事をしてた時代の方が懐かしいです。もう本当にヘトヘトに疲れてるんだけど飲みに行くし、遊びに行くというね、そういうやっぱり極限状態っていうのかな。その頃がやっぱ今となってはさ、やっぱ青春がさ、もうギラギラしてるわけだからね。そうですね。やっぱそれは楽しかった。僕なんかもそうでしたよ。バカなディレクターだなと思いながらさ、腹の中でよ。それが若さだよ。僕なんかね、アナウンサーだったんでしょ。1日5秒しか働かない日があったんですね。何言うの5秒。だから JOC 何にもしないからね。なんかさ、俺聞いたけどさ、なんかほらアナウンサーだったでしょ。でニュースをあいつに読ませるかっていう時に、あいつは声がこうなんかぶっとくて不透明だから、ニュース向いてないという意見を押し切って誰かがニュース読ましたんだよね。一度で君は向いていないそれやっぱショックだった？ショックでもなかった？お天気チャンネルで共演中の大変すいません、ごめんなさい、もう一回ですか？はい。岡アナウンサー、当時ですね、アナウンサーですね、ビートポップスっていう
初期のヒット番組ありましてね、それのね、なんていうの司会者っていうのなんていうの、サブ MC お天気チャンネルで共演中の太平四郎さんに真夜中いたずら電話をされても全く気づかずお相手してしまうフジテレビアナウンス部の八木亜希子さんは、入社試験の時面接で声が小さかったため大きな声で歌を歌わされて、大学時代ミュージカル研究会所属だったその実力を見せつけたということです。終わりなれる当然じゃない私それでモテすぎていまだに結婚できないっていうかわいそうなのだからそうなんですよ本当は本場だなんて思わないでくださいね。私独身ですからね。でもこのビルボ買ってるの男ばっかですからね今度ねアピールしても意味ないですけどね。でもほら売れ残った姉さんとかさいるかもしれないのね。それいいかな、妹ね妹紹介してで横田さんから一言ね、これからテレビ業界に入りたい、特にフジテレビに入りたい若い衆に向けて一つなんかここ何年間かのねフジテレビっていうのはね、人様にねとてもいい会社ですよと、いうことはねなんか堂々と言えるような気がするんですよね。それはやっぱり全体の雰囲気というかな、空気がね非常にいい、そうですね、抜群にいいんじゃないでしょうかね。もしフジテレビを志すのであればですね、まずいくつかの基準があるね。一つはね、一番大事なことはね、まずね自分が人の意見に「はいそうです」ってすぐね従わないような、要するに個性の強い人間でまずあってほしいなと。木下に従いませんね。私の言うこと全部ひっくり返しますからね。それはバカにしてるんですよだからそれからね2番目はねやっぱりねもう体力だね。それは体力、これはねもうとんでもないぐらい体力いります。で特に体力というとただねなんか大学時代にねアメフトやってましたみたいなそういうオスじゃないよ。そうじゃなくてねやっぱり精神的にね非常にタフなものが要求される。3番目はねやっぱり明るい性格っていうのかな、大事でしょ。やっぱりネクラでちょんでるみたいな人間がいると雰囲気が全部暗くなりますもんね。僕なんかもね本質的にはねネクラなんだけどね、やっぱり明るく表現できるというね、そういうふうにやっぱり自分を演出できるかどうかっていうことがね非常に大事だと。快活で元気があって、しかも清潔感があってね、なんかそういう非常にその人間のなんていうのかな、味っていうのかな、そういうのがとても大事だよな。頭がいいとかね悪いとかっていうのは3の次だね。そうですね。私はフジテレビにこうして入りました。はい、土曜日12時から生放送でやっております旅屋ウィズイを担当しております企画制作部の宗像隆です。自分は学生時代フジテレビの我慢番組で優秀な成績を収めました。
編成局アナウンス部の酒井鶴丸です。僕は変な名前で得をして試験官に印象付けました。営業局営業推進部に入りました平松美也です。私は面接の時椅子の上でサンバを踊っちゃったの。オールナイトフジを担当してます坪田と言います。僕は学生時代クイズ番組嵐フジテレビでも稼がせてもらいました。営業局 CM 部の清水です。僕は学生時代漁師さながらの船上生活を送ってました。しかし試験を受けて入るだけが道ではない。例えばフジテレビ前にある御用達の蕎麦屋長寿庵さん、ここんちの出前餅をジャンプボードにしての業界入りも十分に可能性がある。会社の前にさ長寿庵ってお蕎麦屋さんになってた出前を募集してるから、まずそこから始まるとフジテレビのことはよくわかるよ。すぐ表から見るんだ。そうですね。結構長寿庵で重大な会議してるんだよね。チョットガン。お腹すいた。お腹すいたんだ本当に。例えばフジテレビに入ってきて本当にドラマのディレクターになったりドラマのプロデューサーになったりするっていうのはなかなかやっぱり何十人の中からどういう人が残って、やっていくかっていうのはすごく大変なことで、また結構会社っていうのはオールマイティの人を求めているから、その中で特殊な才能を持った人がなかなか現場に入ってきにくいっていう状況はあるんです。で僕なんかが2年ぐらい前からヤングシナリオ大賞なんていうのをやっていて、若い作家をどんどん出していって、実績が上がってきてるんですけれども、それと同じようにディレクタープロデューサーなんかも別にフジテレビ入んなくてもいいから、才能のある人は企画書持ってこい、シナリオ持ってこい、その中で僕らとつながっていって、1本いくらのギャラ払おうじゃないかっていう中で本当にそれがペイできて、その中で成功していくっていうようなそういう才能を求めています。だからどうやってコネでフジテレビ入ろうかとか、どういうふうにしたらつながりができるんだろうか、そんなことを考えずに本当に自分が才能あると思って努力して才能あると思ったらばそういう形で僕らに近づいてきてほしいと思います。その近づき方はあなた自身が考えればいい。僕らはいつもフジテレビに毎日いるわけだし連絡をくれればいいんだと思います。そういう意味では本当にいい俳優さん、いい作家と同じようにいいディレクター、いいプロデューサーを毎日求めています。究極の選択なんです、あれは、結局タスが諦めてもううっちゃんなんちゃんで行こうと。ああなるほど。でオンエア日は実は早まったりなんかしてあそうなの。もうそれで行こうと。どうも。うっちゃんなんちゃんがいろいろこういうのですいかがだったでしょうかね。貧乏のフジテレビ特集割とマジだったような気もしますけれども、フジテレビに入る人はですねお友達をたくさん持ってたらいいと思いますよ。こんなに大勢の人間とねいろんな仕事しなくちゃいけないから、今のうちにですねなるべくお友達をたくさん持とうと思った方がいいと思います。はい、ありがとう。新製品ですのでどうぞ召し上がってみてください。どうもありがとうございます。これタダでいいの？はい、今日は新製品。ありがとう。ヤクルトおばさんとも仲良くしましょう。ね。賢明なる君はすでにフジテレビで働くためのヒントを読み取ったことと思う。フジテレビは
いつでも君のデスクを用意して待っている。できればフジテレビで働きたいと考えている皆様に対して、そのご要望にお応えするべく、フジテレビ大特集を今こそ堂々とお届けすることを宣言いたしまして、簡単ではございますが挨拶と変えさせていただきたいと思います。